2026年4月8日水曜日、現在日本は午前11時40分を回ったところです。アメリカ、イスラエル、イランの戦争ですけれども、2週間の停戦の合意が結ばれたという報道が見られます。高橋先生、解説をお願いいたします。はい。日本時間の今朝の9時がトランプさんが言っていた期限で、それまでにイランがアメリカの要求を受け入れなければ、イランの文明を破壊するという、脅しをトランプさんかけたんですけど、そのちょっと前に、2週間の停戦で、パキスタンのイスラマバードで交渉しますという、発表があったわけです。で、まだ詳細は未定なんですけれど、イランが出していた、条件を、基礎に交渉するという印象を受けています。で、ある意味、イラン側はこれを大きな勝利だと、受け取っているようです。で、この2週間の間に何が起こるかまだわかりませんけれど、今私がとりあえず、注目しているのは、この、交渉の場所がパキスタンのイスラマバードということ、それからパキスタンがやっぱりこの、アメリカとイランの交渉で重要な役割を果たしたということですね。で、パキスタンがなぜこの役割を果たしたのかということを一つお話しておきたいんですけれど、一つは、パキスタン軍が伝統的に、アメリカと非常に親しい関係にあるということで、現在のパキスタン軍のトップと言われているムニール将軍というのが、特にトランプさんと親しいということもあると思いますね。それがアメリカとの関係を説明すると思うんですけれど、パキスタンはやはりインドという大国とずっと対立してきました。で、インドというのはもう第二次大戦後一貫して、現実はともかく非同盟主義ということを唱えて、アメリカ、あるいはソ連の影響下に入らないということを主張してたんですけれど、インドは大陸周辺で、インドはそれでいいんですけれど、ということは周辺の小さな国は、比較的小さな国は、インドの影響力に圧倒されるということになりますので、パキスタンはアメリカとの関係を選んで、ずっとアメリカ軍のある意味支援を受けてきたというところがあって、パキスタン、アメリカ関係というのは強い基礎があって、その上に、現在の、パキスタンの軍のトップとトランプ大統領、トランプ政権の、強い関係が、構築されていると思います。で、パキスタンは、この YouTube では何度も紹介してきたんですけれど、イスラエル、アメリカのイラン攻撃に対して、一貫して、イラン支援を打ち出してきたわけですね。で、それはなぜかという話をちょっと復習したいんですけれど、一つは当たり前のことながら、パキスタンはイスラム教徒の国で、隣のイスラム教徒の国、イランが攻撃されてるんだという、自然な連帯心というのがあります。それから二つ目は、パキスタンはスンニー派の国なんですけれど、それなりの数のシーア派のマイノリティを抱えてて、この人たちのイランに対するシンパシーが特に強いというので、イラン支援というのは国内的にもいいということがあります。それから、パキスタンという国は、インドと対立して、今、アフガニスタンと戦争状態です。で、国境線がまともなのは、中国、ほとんど、狭い、短い国境線と、イランとの、国境線だけなんですね。ですから、パキスタンにとっては、イスラエルが言うように、イランのレジームチェンジ、体制が変わってしまうのは望ましくないんですね。というのは、イスラエルが望むような体制が出てくるということは、イスラエルとインドが非常に関係を深めていますから、イランの側にも親インド的な政権が出てくる。三方から包囲されることになるということで、パキスタンとしては絶対にイランの体制転換、転覆は許さないという立場で、プラス、イスラエルなどは、イランという国がバラバラになっても構わないんだと。イランが弱まれば、それがイスラエルの安全保障につながるという発想を持っています。で、イランをバラバラにする手段として、イランのマイノリティ、クルド人、バローチ人などを使おうとしてきたわけですね。で、イランはシーア派の国なんですけれど、バローチ人とクルド人はスンニ派が多いんですね。で、イラン国内では今の体制とは少し居心地が悪いというところがあって、その人たちを使おうとしてきたんですけれど、パキスタンという国も、多民族国家でバローチ人を抱えていて、バローチ人の独立運動があるんで、イランがバラバラになって、イランのバローチ人が独立などすると、それが、パキスタンにも跳ね返ると。それもあって、
パキスタンはイランの今の体制を支持しているというところがあります。ですから、パキスタンの、シンパシーというか、感情的にもイランを支援しているし、国益的にもイランの今の情勢、体制を支援するのがパキスタンの国益だという理解でパキスタンはイランを支援してきた。だからイランはそれを知ってるから、パキスタンを信用しているというところが、パキスタンは自分たちを裏切ることはないだろうという発想があって、今回パキスタンがこの両国のアメリカ、イランの仲介をしたというところにつながると思います。それから二つ目、私が今注目しているポイントは、イランが要求しているこの項目の中に、イランに対する攻撃をやめるだけじゃなくて、中東全体での攻撃をやめろと。具体的には、レバノンのヒズボラに対する攻撃をやめろということを要求しているんですね。で、レバノンのヒズボラに対する攻撃を続けているのはイスラエルでした。で、イスラエルはこの戦争、イランとの戦争の、ある意味、混乱に乗じて、どさくさに紛れてという言い方は失礼かもしれませんけれど、混乱に乗じて、レバノンに侵攻して、ヒズボラを徹底的に叩くと。で、レバノン南部を、実質イスラエルの、保護下に置くと。支配下に置くと。そういう作戦を展開してきてるんですね。で、イランはそれをやめてくれと言ってて。ですから、トランプさんが、本気で、このイスラエルを止めるかどうかというところに注目しています。で、トランプさんはイスラエルもこの、停戦に乗ってきてるんだと言うんですけれど、イスラエルがイランに対する攻撃ばかりではなく、レバノンに対する攻撃をやめるかというのが、イスラエルの本気度。で、そのイスラエルを抑える、トランプさんの本気度というのを測る、バロメーターかなというふうに思っています。で、交渉の、これからの交渉の進展はどうなるか、もちろん予断を許さないんですけれど、ポイントは、イラン側が、停戦に応じて、アメリカ、イラン双方停戦に応じて、ホルムズ海峡の通行を認めるということなんですね。これを受けて、株価も上がってますし、石油の価格も下がってます。で、それは素晴らしいことなんですけれど、考えてみると、この戦争が始まる前はホルムズ海峡を空いててみんな自由に通れたわけですね。で、今、戦争が始まって、停戦に入るんですけれど、イラン側が実質ホルムズ海峡を封鎖して、管理していて、ホルムズ海峡を通っていいよと言ってば株価が上がったり、石油の価格が下がったりするということで、アメリカ側の立場は明らかに戦争が始まる前よりは悪くなっているということで、この交渉がどういう結末を迎えるのかまだ見えませんけれど、どうもこのホルムズ海峡がこの戦争の前の状況に戻るということはなかなか難しいなというふうに見ています。ある程度のイランの管理を認めざるを得ないという状況かなと思っています。ですから、この戦争を、どう総括するかというのはまだ早いんですけれど、一つは、イランがホルムズ海峡の北半分を領有しているという地理的条件を利用して、アメリカの軍事力に対抗したという、そういうエピソードになりそうだなと。そんな風に思っています。これから先のことはまた回を改めてお話ししていきたいと思います。はい。まだ予断を許さない部分が多分にあると思いますので、先生にはまた引き続き解説をお願いしたいと思います。今日は緊急のご出演ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは失礼します。